第一章揺るぎない友情と平穏な午後。オフィス街の喧騒が15階の窓ガラス越しに遠く聞こえる。佐藤美咲は企画書の数字とにらめっこしながら凝り固まった首を小さく回した。社会人になって3年目。仕事には慣れたが月末のこの慌ただしさだけはまだ少し苦手だった。ピコンと静かなオフィスにそぐわない軽快な音がデスクの上のスマートフォンから響いた。画面に表示された名前はめぐみ。その文字を見ただけで美咲の口元がふっと緩む。高田めぐみは美咲の高校時代からの大親友だ。クラス替えの初日、極度の緊張でガチガチになっていた美咲にそのハンカチかわいいねと屈託なく笑いかけてくれたのがめぐみだった。それ以来2人はどんなことでも共有してきた。楽しいことも辛いこともくだらない愚痴も将来の夢も。美咲にとってめぐみはもう一人の自分のようなかけがえのない存在だった。 LINE を開くとカフェのクーポン画像とともに週末のここ予約取れたよ、新作パフェ絶対食べようねという弾んだメッセージが届いていた。さすがめぐみ、仕事早すぎ。美咲がそう返信するとすぐにうさぎがガッツポーズをするスタンプが返ってきた。美咲は小さく吹き出しスマホを伏せる。あと2時間この山場を越えれば週末はめぐみとの楽しいおしゃべりと極上のスイーツが待っている。美咲は再びキーボードに向き合い指を走らせた。その数時間後、美咲の日常に巧妙な罠が忍び寄っていることなど知る由もなかった。第2章親友からの緊急事態。就業時刻まであと30分。オフィスの緊張がわずかに緩み始めた。まさにその時だった。再び美咲のスマホが震えた。通知に表示されたのはまたしてもめぐみの名前。どうしたんだろう、忘れ物でもあったかな。そう思いながら LINE を開いた美咲はその1行目のメッセージに息を飲んだ。美咲やばい。スマホを落として画面バキバキで起動しなくなった。美咲の心臓がドキリと跳ねた。大丈夫？怪我とかしてない？指が震える。めぐみはそそっかしいところがある。画面が割れるほどの衝撃なら本人も無事では済まないかもしれない。すぐに既読がつき返信が来る。私は平気。でもスマホが完全にダメ。今駅前のネカフェの PC から LINE してる。ネカフェから？そうか。PC 版の LINE ならログインできるのか。美咲はひとまずめぐみが無事だったことに安堵し胸をなでを下ろした。そっか、よかった。でもスマホないと不便だね。修理出すの？今修理ショップに来てるんだけどそこで問題発生。今日中に修理費用を払わないといけないんだけどネカフェだから振り込めなくて。矢継ぎ早に送られてくるメッセージ。その文面からめぐみの焦りがひしひしと伝わってくる。第3章巧妙なプリカ要求と親友の弱み。それでね、本当に申し訳ないんだけど。めぐみからの次のメッセージに美咲はごくりと唾を飲んだ。コンビニでプリペイドカード3万円分買って裏面の番号の写真送ってくれない？3万円。美咲は思わず声を漏らした。決して安い金額ではない。なぜ振り込みではなくプリペイドカードなのか疑問が頭をもたげる。ごめん。変なお願いだってわかってる。でもショップの支払いがなぜかクリカ指定で。お金は明日お母さんに借りてすぐに美咲の口座に返すから。プリカ指定？そんな修理店あるんだ。美咲は眉を潜めた。だがその直後、めぐみがお母さんに借りてと書いたことに美咲の心は別の方向に動いた。美咲は思い出す。つい先週めぐみが浮かない顔で話していたことを。最近実家とちょっといろいろあってさ、進路のことで揉めてからなんかギクシャクしてて、今正直一番頼れるのって美咲だけかも。そう言って寂しそうに笑った親友の顔が脳裏によみがえる。そうだ、めぐみ、実家とうまくいってないんだった。本当は頼りたくないから私に無理を承知でお願いしてきたんだ。お母さんに借りるって言ってるけどそれは私を安心させるための嘘かもしれない。今めぐみが頼れるのは本当に私しかいないんだ。そう思い至った瞬間、美咲の迷いは消えていた。親友の一大事だ。自分が助けなくて誰が助けるというのか。分かった。3万円だね。任せて。本当？ありがとう。マジで助かる。オンに切る。
大げさなほど喜ぶスタンプが送られてくる。美咲は財布の中身を確認し、デスクの上のバッグを掴んだ。第4章焦燥と小さな違和感。すみません。休養ができたので、お先に失礼します。美咲はまだ残っている上司と数人の同僚に向かって深く頭を下げ、オフィスを飛び出した。エレベーターホールまで走り、ボタンを連打する。早くしないと、めぐみの今日中にという言葉が美咲をじらせる。幸い、会社のビルの1階にはコンビニが入っていた。エレベーターが下降する間も、スマホが立てつてに震える。めぐみを名乗る詐欺師からだった。ごめん。なるべく急いでもらえると嬉しい。あと1時間でショップの窓口が閉まっちゃうらしくて。わかってる。わかってるよ。美咲は心の中で叫びながら、開いたエレベーターのドアから転がり出た。そのままコンビニに駆け込む。プリペイドカード、電子機器が並ぶ棚に向かい、様々な種類のカードを睨みつける。どのプリか買えばいいの？あ、ごめん。なんでもいいって。Google のやつとか、走りながらのチャットで、息が切れる。美咲は3万円分のプリペイドカードをつかみ、レジへと走った。会計を済ませ、コンビニのイートインスペースの隅で、購入したカードの裏面をコインで削ろうとした。その時、ふと、美咲の頭に、本当に小さな違和感が引っかかった。あれ？めぐみ、ネカフェの PC から LINE してるって言ってたよね。だったら、ネカフェの PC から、私の携帯に電話くらいできそうなのに、なんで、一言も声で伝えようとしないんだろう？スマホが壊れて慌てている時こそ、文字を打つより電話の方が早いはずだ。それなのに、めぐみは、頑くなに LINE のチャットだけを続けている。第5章葛藤と、疑念の芽生え、ピコン、とスマホが鳴りやまない。美咲？変えた？削れたら、すぐ写真送って、お願い。急いで。マジで時間がない。矢のような催促。それは、いつものめぐみの口調とは、どこか決定的に違うもののように感じられた。めぐみは、こんなに人をせかしたり、一方的に要求を畳みかけたりする性格ではなかったはずだ。美咲の手が止まる。コインが、プリペイドカードの上で宙吊りになった。本当に、めぐみなのかな？一度芽生えた疑念は、急速に冷たい水を心に注ぎ込んでいく。でも、ネカフェからだって言ってたし、実家と疎遠だって話も、私しか知らないはず。いや、待って、あの話、私以外にもしてた可能性は？ぐるぐると、思考が渦を巻く。もし、これがめぐまじゃなかったら？もし、これがテレビで見たことのあるなりすまし詐欺だったら？ 3 万円。学生ならともかく、社会人の美咲にとって払えない額ではない。だが、もし騙されていたとしたら、その金額以上に親友を疑わなかった。自分自身と親友の名を語った見知らぬ誰かへの怒りで立ち直れそうになかった。美咲？どうしたの？ひどくついてるよね。お願いだから早く。もはや懇願から命令に近い口調になっている。美咲のモヤモヤは最高潮に達していた。どうしよう。本物だったら、私が疑ってる間に、めぐみは困り続ける。でも、偽物だったら、美咲はカードとスマホを握りしめ、数秒間固まった。第6章、2人だけの合言葉。どうすればいい？どうすれば、今チャットしている相手が確実に本物のめぐみだと証明できる？美咲は必死に頭を回転させた。誕生日？出身中学？そんなものは、SNS を侮れば、すぐに分かってしまうかもしれない。実家と疎遠だという話だって、もしかしたら他の誰かにも。いや、待って、2人だけの、絶対に、私とめぐみしか知らない思い出。美咲の脳裏に、鮮明にある光景が蘇った。それは、高校2年生の文化祭、クラスで無理やり上演することになった。オリジナルの演劇、なぜか主役に抜擢された美咲とめぐみ。その役は、南極から迷い込んだ2羽のペンギンだった。そして、本番の舞台、観客で満席の体育館で、2人して、クライマックスの感動的な長台詞を、一言一句、完璧に忘れてしまったのだ。10秒間の沈黙。そして、どちらからともなくと泣き、アドリブで舞台袖に逃げ帰った。劇は大失敗。クラス中から責められたが、2人だけは、あれはあれで伝説だよねと泣きながら笑い合った。恥ずかしくて、情けなくて、でも最高におかしかった。2人だけの秘密の思い出。これを知っているのは、
世界で美咲とめぐみの2人だけだ。美咲は震える指でスマホに文字を打ち込んだ。わかった。今から削るね。ところでさ、急に思い出したんだけど、私たちが高校の時、文化祭でやった劇の主役って何の動物だったっけ？第7章剥がれ落ちた親友の仮面。送信ボタンを押すと、すぐに既読の文字がついた。美咲は自分の心臓の音が耳元で鳴っているかのようにうるさく感じていた。だが、いつもは即レスのめぐみを名乗る何かからの返信が来ない。1分、2分、沈黙が続く。美咲には画面の向こう側で詐欺師が必死に過去のトーク履歴を文化祭劇というキーワードで検索している姿がありありと目に浮かんだ。だが、そんな恥ずかしい思い出、LINE に残しているはずがない。3分が経過した。その時、ピコンと返信が来た。は？何言ってるの？そんな昔のことどうでもいいから早くして。マジで困ってるんだけど。ふざけないで。文面から焦りと苛立ちがにじみ出ている。それは親友のふりをして美咲の善意につけ込もうとしていた人間のむき出しの本性だった。もし本物のめぐまなら、ペンギンじゃん。やめてよ。思い出させないで。笑いと1秒でそう返ってくるはずの質問だった。美咲は全身の血の気が引いていくのを感じた。偽物だと同時に冷たい怒りが腹の底から湧き上がってきた。めぐみの名前でめぐみとの友情を利用して私を騙そうとした。絶対に許さない。第8章反撃の電話と明かされる真実。美咲はもう LINE の画面を見ることはしなかった。すぐにチャットを閉じ、スマホの電話帳を開く。そして一番上に登録されている高田めぐみの名前をタップし、発信ボタンを押した。数コール。もし本当にスマホが壊れていたらこの電話はつながらないはずだ。もしもし？美咲どうしたの？珍しいじゃん。仕事中、スピーカーから聞こえてきたのはいつもの少しのんきで聞き慣れた親友の声だった。めぐみ、よかった。あのさ、今スマホ普通に使えてる？美咲は矢継ぎ早に聞いた。普通に使えてるけど？何？どうしたの？そんな慌てて。今すぐ LINE 開いてみて。あなたのアカウントどうなってる？何？怖いこと言わないでよ。電話の向こうでめぐみがスマホを操作する気配がする。そして数秒後、うわ、何これ？めぐみのすっとんきょうな声が響いた。 LINE が開かない。他の端末 PC 版からログインされたためこの端末のアカウントは削除されましたって出てる。何これ？乗っ取り？やっぱり。美咲は奥歯を噛みしめた。詐欺は確定した。めぐみ、落ち着いて聞いて。今そのアカウントから私にプリカ3万円分買ってこいって連絡が来てた。私危うく買うところだった。はぁ？3万？マジで言ってる？うわぁ、最低。めぐみも事態を把握し怒りと混乱の声を上げた。第9章断罪の一撃と詐欺師の逃走。めぐみ、電話このままつないどいて。美咲は本物のめぐみと通話状態を維持したまま再び LINE のチャット画面に戻った。詐欺師からはまだ早くしろ、ふざけるなという催促のメッセージが届き続けていた。美咲はコンビニの冷たいテーブルの上で冷静に一文字ずつ返信の言葉を打ち込んでいく。あなためぐみじゃないですよね。送信ピタリと相手からの催促が止まった。今本物のめぐみさんと電話で話しています。あなたのアカウント乗っ取りもうバレてますよ。既読の文字はつくが返信はない。画面の向こう側で詐欺師がやばいと焦る顔が目に浮かぶ。美咲は最後のメッセージを打ち込んだ。あなたが言っている行為は不正アクセス禁止法違反および詐欺未遂罪にあたる可能性があります。すでにこのチャット履歴は全て保存しました。警察にも通報させていただきます。美咲がそのメッセージを送信したまさにその瞬間だった。メンバーがいません。詐欺師の名前が退会しました。トークルームの表示が変わり、あれほど騒がしかった相手が一瞬にして消え去った。あまりにもあっけない逃亡だった。逃げた。美咲は電話の向こうのめぐみに告げた。二人は数秒間言葉を失った。そしてどちらからともなく大きなため息をついた。ああ、びっくりした。美咲、
本当にありがとう。あのまま騙されてたらと思うと、私も危なかった。あの合言葉がなかったら送ってたかも。美咲は手の中にある3万円分のプリペイドカードを強く握りしめた。第10章取り戻した日常と守るための知識。その週末、美咲とめぐみは予定通りあのカフェにいた。目の前には予約していた新作のパフェが2つ並んでいる。いやー、しかし災難だったね。めぐみは新しいアカウントを作り直し、パスワードを強固なものに変更し、さらに2段階認証も設定したという。本当にごめん。私のセキュリティが甘かったせいで美咲にまで迷惑かけて。いいよ、もう被害もなかったんだし。それにしてもあんな巧妙な手口があるなんてね。実家と疎遠って話まで知ってたのが怖いよ。あれ、美咲にしか話してないつもりだったけど、どっかで漏れたのかな。めぐみは少し顔を曇らせたが、すぐにスプーンを手に取った。過ぎたことだ。それよりこのパフェ食べよう。美咲が守ってくれた3万円で、ちょっと私のお金だけど。2人は顔を見合わせ、いつものように笑い合った。人を信じる心はとても大切だ。親友が困っていれば助けたいと思うのは当然のことだ。だがその善意につけ込む悪意がこんなにも身近に潜んでいる。信じることと確認を怠ることは違う。美咲はパフェの甘酸っぱいベリーを口に運びながら、友情の証でもあるペンギンの合言葉を思い出し、これからは疑う勇気も大切にしようと心に誓った。今回の法律 Tips。今回のケースのように LINE などの SNS アカウントを乗っ取り、友人になりすまして金銭を要求する詐欺が多発しています。万が一あなたが同じような状況になった場合に備えて知っておくべき法律と対策を紹介します。1、関連する法律。不正アクセス禁止法。他人の ID やパスワードを無断で使用しアカウントにログインする行為はこの法律に違反する可能性があります。今回の詐欺師の乗っ取り行為がこれにあたります。刑法第246条詐欺罪詐欺未遂罪。人を騙して財産。今回はプリペイドカードを交付させようとする行為は詐欺罪にあたります。美咲さんが送金する前に気づいたため、今回は詐欺未遂罪に該当する可能性が非常に高いです。2、被害に遭わないための対策。お金プリカの話はまず疑う。どれだけ親しい友人や家族からであっても LINE や DM でお金を貸してプリペイドカードを買ってきてという依頼が来たら、まずは詐欺を疑ってください。必ず電話で本人確認する。最も確実な方法です。相手がスマホが壊れたと言っていても、必ずその人が普段使っている携帯電話番号に電話をかけて本人の声で直接確認してください。 LINE 通話はアカウントごと乗っ取られているため無意味です。2段階認証を必ず設定する。 LINE や各種 SNS にはパスワードの他に SMS などで送られる認証コードを入力しないとログインできない2段階認証機能があります。これを設定しておくだけで乗っ取りの被害は劇的に防げます。家族や親友だけの合言葉を決めておく。今回の美咲さんのように本人しか知り得ない質問は非常に有効です。昔飼っていたペットの名前、高校の時の担任の先生のあだ名など2人だけの秘密の質問を決めておくのも良い対策です。もし被害に遭ってしまったらすぐに警察に被害届を出すとともに LINE や SNS の運営、会社にアカウントが乗っ取られたことを報告し凍結を依頼してください。3、相談窓口。警察相談専用電話9110。緊急性はないけれど詐欺の被害に遭ったまたは遭いそうになった場合、どこに相談していいかわからないときはまずここに電話してください。消費者ホットライン188。やや契約トラブルや悪質商法など消費生活全般の相談窓口です。本動画はフィクションであり専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。